ここはガタピシ横丁。昼の熱気が路地の奥までじっと居座っている。そんな不思議な通りだ。今日は冷やし中華の話をしよう。横丁の角にある古い町中華。赤いのれん。曇ったガラス戸。少し色あせた食品サンプル。どれもいつもと変わらない。けれどその日、軒先には一枚の張り紙が出ていた。冷やし中華始めました。少し曲がって貼られたその紙を見て、わしは思った。ああ、今年もこの季節が来たんだな、と。引き戸を開けて店に入る。店内には誰もいなかった。古い丸椅子。少し擦れたテーブル。壁に貼られた短冊みたいなメニュー。扇風機は首を振りながら、店の熱気をゆっくり混ぜている。店の中だけ、毎年同じ夏が続いているみたいだった。わしはいつもの丸椅子に腰を下ろした。奥の厨房からガラス皿だけが静かに差し出される。そこには冷やし中華が盛られていた。細く切られたきゅうり、錦糸卵、少し乾いたハム、赤いトマト。特別なものなんて何もない。けれど、その一皿だけが、ちゃんと今年の夏を連れてきていた。厨房の奥から、姿の見えない店主の声がした。今年も暑いね。わしは箸を手に取った。まだ暑さに慣れていない体へ、冷たい麺がすっと入ってくる。少し酸っぱくて、少し甘い。夏そのものみたいな味だった。わしは、ようやく今年の夏に追いつけた気がした。食べ終えて店を出る。横丁の暑さは、炉に一つ冷めていなかった。軒先では、あの張り紙が変わらず揺れている。冷やし中華始めました。それは、横丁から届いた、小さな季節の挨拶みたいだった。季節は何度も巡る。けれど、今年の夏は今年にしかない。ここはガタピシ横丁。行き場をなくした時間がどっと募っている。そんな不思議な通りだ。今日は帽子屋の話をしよう。横丁の奥にひっそりと佇む帽子屋がある。入り口の脇には古びた看板。ツバメ帽子店。低くせり出した軒先にはいくつもの帽子が無造作にかけられている。どれも誰かが手に取るのをじっと待っているようだった。わしは引き戸に手をかけた。店の中はひんやりと静かで、いくつもの帽子が誰かを待つように並んでいる。山高帽、学生帽、形の崩れた中折れ帽。その奥に
粒の擦り切れた古い麦わら帽子があった。誰かに何度も振り回されたみたいにくたびれて見えた。帽子の横には小さな張り紙。かぶると少し自由になります。わしはその自由という言葉になぜか足を止めた。麦わら帽子を手に取る。軽い。驚くほど軽い。そっと頭に乗せたその瞬間、店の光が柔らかくほどけた。気づけばわしは夕暮れの空き地に立っていた。飛び乗れそうなコンクリート塀、錆びかけた鉄骨、重ねられた土管、勝手に秘密基地と決めた場所。胸の奥をぎゅっと縛っていた何かがこともなくほどけてゆく。うまくやろうとか、失敗しないようにとか、怒られないようにとか、そんな計算が全部どうでもよくなる。走れる。どこ骨でも走れる。時計もカレンダーもない。ただ、今日がずっと続いているだけの世界。わしは塀の上に立って両手を広げる。あの頃のわしは失うものなんてまだ何も持っていなかった。うっと風が吹き、帽子がわずかにずれた。瞬きをすると、そこはまた帽子屋の店内だった。古い棚、並んだ帽子、何も変わっていない。わしは帽子をそっと棚に戻す。張り紙は変わらずそこにある。かぶると少し自由になります。帽子を戻しても、胸の奥だけは、まだ自由の匂いを覚えていた。いつの間にか転ばない道ばかり歩いていた。あの頃は、靴の汚れも、破れた帽子も、自由の勲章だった。ここはガトピシ横丁。何気ない一日がそっと特別になってゆく。そんな不思議な通りだ。今日はこけし屋の話をしよう。横丁の奥に古びた店がある。大きな看板にはかすれた字でこう書かれていた。わらべ堂。曇ったガラス戸の向こうに小さなこけしがいくつも並んでいる。どの顔もこちらを見ているようで、どこか遠くを見ているようだった。引き戸を開けて店に入る。棚にはこけしが静かに並んでいた。どれも少し古びていて、新品の匂いはしない。わしは近づいて一体ずつ眺めた。ふと気づく。こけしの底に小さく日付が書かれている。1981年6月15日。2004年3月2日。2012年11月30日。どれも誰かにとって特別だった日らしい。
誕生日かもしれない。引っ越しの日かもしれない。もう買えなくなった日の前の日かもしれない。こけしは黙ってその日を抱えていた。わしは棚を眺めているうちに一つのこけしから視線を感じた。どれも静かな顔をしているのに、その一体だけが少しだけこちらを見ている気がした。わしはそっとその一体を持ち上げた。裏返してそこを見る。そこには今日の日付が書かれていた。2026年7月9日。その文字は妙に新しかった。たった今書かれたみたいに。このこけしにとって今日が特別な日なんだ。なぜ今日なのかわからない。今日がいつか思い出す日になるのかもしれない。わしはそのこけしを棚に戻した。こけしは何も言わない顔のまま並んでいる。多分、この瞬間も、こけしの底には、誰かの特別が増えていく。何も起きていない今日が、どこかで誰かの記念日になっている。ここはガタピシ横丁。その日わしは横丁の奥で見慣れない気配に足を止めた。今日は行商人の話をしよう。古いビアカーがひっそりと止まっていた。そこに並んでいるのは見たことのない道具ばかりだった。傷だらけの双眼鏡。異国の模様が残る木箱。折り目だらけの古い地図。どれもどこか遠い道の果てを思わせた。行商人は道具を一つずつ静かに並べている。声もかけない。説明もしない。ただそこに置いていくだけだった。まるで誰かが続きを使うのを知っているみたいに。木箱の端に小さな紙切れが置かれていた。かすれた文字でこう書かれている。進む方向を見失った人が手に取っていきます。打順盤の針がゆっくりと揺れていた。北を指しているようで、どこにも定まっていない。それでも、かつて誰かは、この針を信じて進んだのだろう。正しいかどうかもわからないまま、ただ前へ。そこのすり減った古びた靴。片方だけわずかに傾いている。長い道を歩いてきた跡だけがそこに残っていた。振り返らずに進んだのか、戻れなくなっていたのか。その中に一つだけ小もみを残したままのカバンがあった。何度も使い込まれた後、角の擦り切れ、持ち手の癖。そこには長い旅路の跡が刻まれていた。わしはその古いカバンに手をかけた。触れた瞬間、景色がすっとほどけた。石畳の道。古い家々。窓からこぼれる明かり。
路地の隅に開かれた小さな露店。焼きたてのパンの匂い。遠くで鳴る鐘の音。わしはその中を歩いていた。来たことのない町。けれど、菓子取りに迷いはなかった。ふっと音は消えた。気づけば、わしは横丁に立っていた。リヤカーはもうどこにもなかった。他の道具たちも、行商人の姿も消えていた。ただ、貸元にあの紙切れだけが残っている。そこには、さっきとは違う言葉が書かれていた。もう進めます。ほんの少し前を向けた気がした。道が見えたわけじゃない。進んだ分だけ、道は後ろにできてゆく。ここは、ガタピヒヨコ町。行き場をなくした時間が、そっと息を潜めている。そんな不思議な通りだ。今日は、うなぎ屋の話をしよう。横丁の奥に、古いうなぎ屋がある。すすけたのれん。曇った引き戸。小さな提灯。看板の端には、かすれた字で、こう書かれていた。創業114年。土曜の丑の日が近いせいか、その店の前だけ、少し空気が濃い気がした。タレの焦げる匂いが、引き戸の隙間から、かすかに漂ってきた。血の匂いに誘われるように、わしは引き戸を開けた。店内には誰もいなかった。古い木のテーブル。背もたれの低い椅子。壁に染みついた煙の色。奥の方から、パタパタと、一羽で炭を煽る音だけが、かすかに響いている。壁には、古い厨房札が並んでいた。うな重、かど焼き、きご水。どれも字がかすれている。100年分の声を木札が吸い込んでいるようだった。その中に一枚だけ真新しい札があった。本日の一膳。わしはその札に促されるようにテーブルへ目を落とした。テーブルの上には小さなすり鉢と山椒の粒が置かれていた。山椒をゴリゴリとすりつぶす。その瞬間、遠く鋭い香りが店内に広がった。その香りが届いたかのように、テーブルの上に重箱が置かれていた。蓋の隙間から香ばしい匂いが静かに漏れている。わしはそっと蓋を開けた。そこには顔目がパリッと焼かれたうなぎがきれいに並んでいた。黒く艶のあるタレ、少し焦げた縁、その下にタレを含んだご飯。その一膳はじっと前からここにあったような顔をしていた。わしは山椒をかけた。箸を入れる。炭の香りがふっと鼻に抜けた。タレの甘さと
山椒の香りが静かに追いかけてくる。体の奥までゆっくり届いてくる味だった。気づけば箸が止まらなくなっていた。食べ終える頃には炭を煽る音は聞こえなくなっていた。ふと壁の注文札を見る。本日の一膳。真新しかったはずの札は少しだけ色あせて見えた。わしが食べていたのはこの店が紡いできた時間そのものだったのかもしれない。今日の一膳もまたこの店の歴史にほんの少しだけ混ざっていくのだろう。すり鉢の底には山椒の香りがまだ少しだけ残っていた。時間は流れていくだけじゃない。受け継がれてつながっていく。チャンネル登録よろしくお願いします。